はい、2個目の、点心は、焼き餃子です。皆さんご存知で、大人気の焼き餃子、お家でも作るように、いきます。これが、材料も一般家庭でも、スーパーとか簡単に売ってるの、材料ですね。で、これが中立きこ、これ、白菜とキャベツ、一応もう塩でもみして、水を流してから、水を切ってます。リナとか、これが塩と、片栗粉。これも、ニンニクと、おろし生姜、あといろんな調味料も一緒に混ぜてます。早速調理、行ってきます。で、まずレシピ、今までこの水を1回沸かして、これ全部、沸かさなくていいんですよ。大体70度、80度くらいでお湯だけでいいから、一気に入れます。入れたら、すぐ混ぜます。で、もしこれ調理器具なかったら、強力粉と、薄力粉半々で。で、よく混ぜたら、とりあえず、また熱いから手が冷めないから、これとりあえず置いときます。で、今生地を冷めましたから、ちょっと手で一回入れてから。で、これボールこういう状態だったら、一旦台移してよく入れます。で、こういう状態まで出たら、一旦ラップして、だいたい7、8分くらい寝かしてます。なんで寝かすかって、これ数値まだちょうど出てるけど、グルテンは全部完成してないんですよ。一回寝かしてもう一回入れたら、この表面をデコデコはツルツルになるから、これグルテンがもっと強めにしてほしいですね。で、寝てる間にあんを作ります。で、使うは一般スーパー売ってるの、豚のミンチですね。で、入れるの材料の順番は、まず塩。混ぜます。混ぜるときは、同一方法でちょっと同じ方法で混ぜきます。で、これ粘り出たらさらにこれ片栗粉を加えて粘りが強めにします。で、もしジュースが欲しい、もっとジュースしたやったら、こういう時が少しお水を入れます。少し水を入れます。
で、縛ったらこれ調味料と薬味を入れます。で次、ラードとごま油、で、最後ニラや、キャベツと白菜を入れて混ぜています。でこの感じで、先ほど2回寝かせて生地をさらにもう1回、出ていきますね。2回目はちょっと軽くでいいんですよ。3、4回くらいで。そしたら先ほどとちょっと変わってくるでしょ。表面がツルツル感が、できていますね。でさらに1回なくして、寝かせていきます。これも、7、8分くらいで、はい。寝かして終わったら、生地を細かく切りますね。1個大体10グラムで、はい。で切った後はこれ、立って押しますね。全部立って、このまま押すとしっかりくなっちゃうから、だから1回立ってから押したら大体最初から丸くなりますね。これはペッたら全然違うし、最初なるべく丸くした方は、あと伸ばす時は、丸くなりやすいですね。で丸くしたらたっぷりの打ち粉を入れて、そこから麺粉を入れますね。で最初両手で90度変えてある程度丸くしてから、持ち上がりで麺棒手前から押します。真ん中まででこれくらいの大きさで、麺棒はなるべく皮の横に、上やったら見えないから横に入れて、こうやったら力届けないから、なるべく、皮の少し横に入れて押していきます。手前から押す、手前から押す。押したら回して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 
で真ん中が薄く真ん中が厚く周りがちょっと薄く召していますね。で皮を伸ばしたら、包んでいきます。あんを1個1コラムで、あん入れたらアンブレラで少し押さえてから周りきれいにして、それ餃子のポイント、包み方のポイントは一回これ、人差し指を一回角を作ってで止める、押す止める、押す止める、押す止める。これ安定少ししたら、少し左で手を押さえてから止める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 。最後でしっかりして少し長めにしてから完成ですね。押して止める、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 止める、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 止める。最後にグッと締めてこんな感じですね。はい、今包んだ餃子を焼いていきますね。でまずフランパンを温してからでサラダ油を入れます。で餃子をきれいく並べていきます。でこの感じで並べてからさらに火をつけて、はい、こういうくらいの形を並べたら、火を、弱火から中火くらいまで、焼いていきます。こういう薄い焼き色ついたら、今から水を入れますね。水は温かい水でもいいです。もっと早くできます。水入れる量はだいたい半分ぐらいかな。餃子の高さに。で蓋を閉め、ここから強火する。だいたい5、6分くらい。水がなくなるまで、焼いていきます。で今水がくられましたね。で水がくらったら、さらにサラダ油を
して、火力が、強火から弱火まで下がっていきます。ゆっくり焼いていきます。さあ、これもうできました。どうかな。いけますね。こんな感じですね。